はい、あやちゃん。はい。ついに3回目のワクチンです。はい。今回モデルナです。前はファイザーやったもんな。はい。どうでしょう。ちょっと副反応はちょっと緊張してきたわ。でもなんか、うん。出る気がする。出るかな、どうなるやろ。混ざるしな。まあ効果はいい、同じって言ってたな。いい感じに出るってちゃんとって。ネット情報やけど。でもなんかさ、うん。まあいいや。気になる。どうなるか。なんかポカリとか用意しとかんでええかなみたいな。帰りになんか飲み物買っとくか。でも水かな、ボルビックとか。お水はまあ家にいっぱいあるから大丈なんやろ、ボトルがあればそこにも入れとったら勝手にポカリだから楽や。夫。まあな、そういう準備も。無理だ。2回目まだみたいなならんから。それはいい。そんなに重いの出るかな。まあちょっと売ってからのお楽しみですね。はい、行きましょう。バーガーキングが美味しそう。近くにないんかな。帰りあったら食べたい。うまそう。あるかな。ないかな。じゃあなんで広告みたいな。確かに。寒い？ちょっと薄着できすぎたか。あ、そう。なんかほんまはさ、うん、2月ぐらいに3回目のワクチンを受けようかなと思ったんやけど、はい、よく調べると1月15日から、うん、なんていうワクチンパスポート、はい、ワクチンパスポートみたいなのが無効になるみたいな。そうやね。私たち今一応ワクチンパスポート持ってたんですけど、もう有効期限が切れちゃうんですよね。そうなんかほんまの言い方は衛生パスっていうのをしてて、うん、陰性証明を持ってるか、ワクチン2回打ってたらレストランに入れたのか、名前が変わってほんまにワクチンパスポート、ワクチンを打ってないと入れなくなるみたいな、になるっていう話らしい。ね。で2月やと思ったら調べて1月15からってなってて、でもなんか違うニュース見たらその法案が可決されて、21か2から発令されるみたいな。そうなんだ。なんか分かれへん。でもどっちにしてもとりあえず取っとかんと、まあ仕事にも影響するかなと思って、まあそれね。で予約して。そうだからそうモデルナしかなかったよな。ファイザーがそれはなかったよ。なんかファイザーが不足してるみたいで、30歳以上は基本モデルナお願いしますって言ってた。ね。って言っということでて。やってきました。綺麗。綺麗っすわ。ね、空めっちゃ綺麗な。美しい。これはね、トラムですね。パリにもトラムが走っております。よいしょ。ここはあれ、なんかサロン・ド・ショコラとかやってるようなとこやと。大きい会場やんな。トラムが。見て、あやちゃんあった。ソンプレドゥバクチナッション。へワクチンの打つ会場が決まってるみたいやわ。こんな感じであれなのな。大々的にバーンとした。ね。こっち、こんな建物や。あやちゃん、なんか、ノリノリ。360度のモニターがある。元気やな。めっちゃ一人やから、なんか、あれみたいな。すげえ。不思議、こんなんあんねんね。面白い。あれじゃすごい広いな。ワクチンの会場が何よ。でかっ。こんなんなってるワクチン会場。へえ。全然混んでなさそう。平日やし。じゃあ行きますか。じゃあ打ってきます。マシュアビデオ。あやちゃん終わりました。終わりました。暗っ。暗い。一ちょっとの間瞬でに夜になったね。ね。はあ。帰りますか。うん、ありがとすんごう。いガラガラやったな。ワクチンセンターめっちゃガラガラ。ガラガラ度で言うと私らを含め4人ぐらいしか人間見なかったね。うちに来た人は。なんかでも軍の人がやってるところっぽくてお医者さんじゃなかったな。そう。うん。結構なんか。軍人さん、若い男の子にやってもらった。私も若い男の子やった。ねえ。もうでもちょっと左手が痛いわ。あ、私はちょっとさっき痛いかなと思ったけど、うん。今なんと別に痛くないです。あれじゃん、冷えて収まったじゃん。そうかもしれない。
じゃあまあまた寝る前と明日と、どんな感じかお伝えしていきたいと思います。まあね、何の参考になるかわかんないですけどまあ何かの参考になればと。事例としてね。じゃあ今日はもう料理できないんでマクド食べて寝よう。そうですね。じゃあねー。ご入院。おはようございます。おはようございます。いやー、副反応出るね。出た？めっちゃ、ここでも痛い。まあ腕は痛いな。めっちゃ痛いし、まあめっちゃ寝苦しかった、やっぱ、相へ変わらえず。結構何回も起きたし、そっかあと、悪夢見た？嘘やん。うん。で、あと、胃がしんどい。まあでも胃はもともと。まあ、最近ずっと調子悪いんだけど、さらに今日は、胃が、なんかちょっとムカムカする感じ。確かに私もムカムカはあった。なあ、ムカムカするし、あとは、ムカムカからの吐き気みたいなのと、あと、お腹もちょっと下してます。私もお腹ちょっと調子悪いかも。これも絶対副反応やんな。か、マクドナルド爆食いのせいかな。あ、俺、マクロでもそうなれへんわ。っそう。違うか。ていう感じかな。うんちょっと頭痛も、なんか遠いところにおるって感じかな。それはわかる。わかる？遠いところにおるなんか油断したらやってくるぞみたいな。ドリパン飲もうみたいな。でもまあ、朝から打ち合わせがあって、お仕事があったんで打ち合わせして、その後やから、まあ全然打ち合わせとかできるぐらいかな。ちゃん痛い？腕は痛いよ。ほんま。腕となんか左、上頭筋じゃないわ。こう腰の筋肉みたいな。筋肉痛みたいなのが。左半身のこう体の反ってる筋みたいなのは、なんか痛いなって思う。ほんま。筋やられた。そっか。いや、まあそんな感じですね。まあでも軽い倦怠感だけです倦怠ね。感ある。だからちょっと熱だけ測ってみようかなって。ああ、わかった。ここにあるから。なんかでも、うんマッシュは結構さ、前も副反応出たけもうど、 3回とも全部出てる。でも今回が一番マシかも、俺は。あ、そうなんや。うんってことは私はもうほんまになんもないレベルなんやな。だから分かりやすい2人というか、なえちゃんはまあ、結構出にくい。出ない。で俺は毎回出る。出るよね。だから分かりやすいね。相性が悪かった。うん悪かったじゃないか。ちょうどそのマクドに昨日行ってたら、近所の知り合いの人と出会って、うん。ちょうど話してて、そうそうそう。だからそこもご夫婦やったんやけど、奥様の方は、全然ちょっと痛いかなぐらいで、うん。なんか忙しかったのもあってなんか副反応に感じる間もなくみたい終わったみたいな感じだったね。な。で旦那さんの方は結構その痛みうんっていうか違和感が結構続いたみたいな話、まだ残ってるって言ってたよな。うん、で、1週間経っても残ってるみたいな。だから結構バラバラなんやなとは思うし、うん。まあこれはフランスの話やけどほんまに知り合いの知り合いがオミクロンやったとか、うんまあ知り合いもオミクロンやったとかな、どんどん今オミクロンが 90% ぐらいって言ってたから、6度9分あ、ちょっとあるやん。ちょっとだけやな私も測っとく？ 6度7分やからそうやな、えちゃんも測ろうか。昨日6度5分やったやんな。打った時。うんちょっと待ってください。なんでマッシュなんで電池切れちゃったもん私の熱わからないまま。じゃあ最後の最後の力振り絞っそうてマッシュの熱を測ってその人は亡くなられたの。そんなんあるやばい。うち測るまでもないって言われてるってことこそう、れ。あやちゃん熱ないよ前もなかったしはいはい、ということでね、なんか今日ニュース見てたら、フランスは46万人うん。感染者。あ減ったね新規感染者増えた増えた。 60万人じゃなかった30万人やったのが46あ、万人。そうやん。とりあえず今はもう何十万人で、みんなさっきも言ったけど知り合いもなったりしてるんで、もうオミクロンはすぐそばにそうですね。不要ってしてるような感じがします。どこでもかかる可能性あるよね。うん体調悪かったらなんか。うんうん。だからみんな免疫を上げて、うん。ワクチン打つ打てないはご本人のね判断だと思うんですけども、とりあえず免疫上げて頑張っていきたいなと思いますはい。が、が。今日はとりあえずしんどいんでおかゆさんにしとこうかな。赤いさん。あちや。
おじやにしようかな。ちょっと優しいねメニュー。優しいにしようか。あとはまあそうですね、お仕事は入れない方がいいと思います。マッシュも打ち合わせだけなんで。はい。じゃあちょっと家で編集とかかな。まあでもちょっとゆっくりと過ごそうと思います。ね。そうですね。美味しい。さあラジオで買ってきたよ、あやちゃん。すごい、こんなん出てたん。こんなんあったっけ？いや初めて見た。なんか何がついてんやろな。サクサクかな。でもなんかこの中アルコール入ってるよって言ってた気がする。じゃあ出てくるんパシャって。香ばしい匂いがする。くるみかもせえへんな。くるみか。こっちがレモン。酸っぱそう。めっちゃ綺麗な。ダートレッドシトコンって書いてて、ライムと生姜とレモン。なんか最後に散りばめられてる何かが。可否かな、ライムの。かな。ほい。ワクチンを打った後、もう何日経ったんや。分からへん。結構経ってる。1週間ぐらい経ったけど、ワクチンを打ちました。ご褒美です。経ってた。久しぶりやんな、ケーキこうやって食べんの。ガレットデラも食べてるし、でもなんかそのラジュレが久々。ラジュレも久々。皆さん知ってますか、ラジュレ。これね、多分日本にも店舗があるんで有名ですけど、ほら1860年からラジュレパリ。まずケースがさ、もうケース代でこれ結構かかってるよなっていう。でもなんかこのケースの模様とこのお花柄が結構合いそうやったから、これは前ゲットしたやつやな。ちょっとなんか今回細かいお花柄とこう金縁みたいなイメージが多いから、ちょっとイギリスっぽいなって話。確かにイギリス感ある。珍しいマシュヤでは。じゃあ食べましょう。はい。綺麗な。綺麗やな。ここの層がすごい綺麗よな。なんなんやろ。見て、一応ハートになってないこれ。ちょっと思ってんそれ。なあ、そういうことやんな。違うわ、偶然。然。やめて偶然ラブを探し出すの。ラブ。見つけちゃいました。ラブ発見してる。おいしい？おー、すごいすごいすごい。おー。そういう。やばない？美味しそう。すげえ、いいシズル感。いい割れ目やね、これ。上手に割りました。美味しそう。いただきます。全然アルコール入ってない。あれ？聞き間違いやったかも。じゃあナッツっぽいんじゃん。すごい。うまっ。私はこのサクサクもつけよう。これはうまいよ。ね、美味しいね。焦がしホワイトチョコレート味がする。あとプラリネって書いてあったからもうサクサクのやつやし、ムースやろ。美味しい。ラデュレのエール食べよう。じゃあシトコもいってみよう。甘いのいった後やからすごい酸っぱいかも。うまいやな。わかった。意外と。すごいすごいすごい。すごいね。わあ。酸っぱい？ちょっと酸っぱいけど。クッキーが甘いんじゃん。酸っぱ甘い。めっちゃフレッシュやな。ふわーっとする。ほんまに酸っぱ甘い。酸っぱ甘いな。独特。すごい酸っぱそうな顔してる。ビタミン C 足りてない、絶対。めっちゃ酸っぱく感じ。ほんと？いや、めっちゃいい、美味しい。で、なんかね、在フランス日本大使館からメールが来てて、ワクチンについていろいろ書いてたんで、ちょっとだけ共有しとこうかなと。で、今、感染状況はかなり多いみたいで、今日撮ってんのが、1月28日やねんけど、1日最多、過去最多の50万人感染したみたいで、また増えましたね。50万人。でも日本も今1日何万人とかなってたよね。そうなんや。増えてきた？もうなんかね、幼稚園とか行ってる子たち、子供たちの中ですごい感染広がってるイメージで、いや、まあ子供がかかった親もかかってみたいな。そうやね。っていうことでかなり大変やけど、ただなんか重症化が少ないみたいで、初めの頃のやつに比べて、
あとワクチンの加減なのか。で、そう、なんか何度かその動画でもちょっと言ってて、いまいち情報がわからなかった。とにかく、ワクチンパス。今までは衛生パスっていうワクチンを打った人とか、あと、PCR 検査をした人が美術館とか入るときに見せるパスがあったんやけど、それがもうワクチンパスに切り替わるっていう法案が出て、それが可決されて、1月24から導入される見込みですっていうメールが来てた。もう導入されたんかなって感じ。28日やから。そっか、24からっていうことは。うん。で、なんかネットで見た感じでは1月15って書いてあったんやけど、それは法案を出すかなんか、その決定をどうするかみたいなんで、導入されるのは1月24だったみたいです。で、ましてはそれを勘違いして、あ、もう早う歌な、もうカフェ入られへんみたいな思ったから、あれ早めにうちに行った。もうやばいと思って次の日に予約していったって感じですね。それで、とりあえず24から導入されるっていう見込みで、その場合、レストラン、バー、映画館、劇場、スタジアム、あと新幹線ね、TJB、長距離鉄道とかは、ワクチン接種完了してる証明が必要やと。で、まあ、いろんな条件がまたいろいろ出て、若い子はどうやねんとかそういうのも、なんか詳しいのは一応今回概要欄に載せてるんで、気になる方は見てみてほしいんですけども、結局、3回目はいつから打たなあかんのっていうのがよくわからんかって、この文章によると、前回の接種から7ヶ月以内にブースター接種を実施することがワクチン接種完了とみなされている条件としていたけども、昨年の12月末に発表した通り、2月15日以降この期間を4ヶ月に短縮するってことやから、2月15日まではとりあえず2回目のワクチンを多分7ヶ月以内の人はまだ大丈夫と。2月15日以降は2回目のワクチンを打って4ヶ月以内にブースターを打たないとワクチンパスが OK にならへんと。だから大半の人、早めに打った人とかはもう2月15日以降は絶対ブースター打っとかんと多分入ったりとかできへんくなるんじゃないかって感じらしいです。で、まあこれに伴ってのもうデモとかそんなんがいっぱい起こってるんで、そうか。ね、フランスにお住まいの方は気をつけてください。でも危ないから。フランスの条件は、まあ、そういう状況になったって感じなんで、日本はどんな感じか分からへんけど、まあ、日本もあれやね、結構進んできてるんじゃない3回目。ワクチン？そうなんや。なんか最近の日本のニュースあんまりチェックしてなかったから、よく分かってないけど。ただ逆にこれとは逆で、規制緩和もだいぶ進んでいってるみたいで、2月2日以降はテレワークの義務はなくなると推奨はするけど、人数制限とかマスク着用義務を引き続きすることを条件にスポーツ施設とか劇場とかは入れるようになるみたいな。あと人数制限が解除されるってことやわ。ああ、なるほどね。あと野外でのマスク着用義務は解除やって。そっか。でもワクチンさえ打っちゃもう解放するよみたいな感じらしいですね。はい。そうか、やっぱ重症化の確率が減ってきたから政府も対応をちょっと変え直したっていうか考え直してるんかもな。でもオミクロン株のさ、なんていうん、めっちゃうつるのすごい、なんて言ったらいい、うつる率が高い、感染力か。オミクロン株のさ、感染力がすごいらしいよな。もう同じ空間におったらもうそれはかかるぜみたいなぐらいの。これがだから日本に住んでる人がフランス、パリに旅行する際にこのワクチンパスがどういう感じになるのか。もうなんか春とかに行こうと思ってる方がいらっしゃるんやったら3回目、予約できるんやったら早くしといて、で証明書を発行してもらえるように動いとかないとまた来にくくなるんじゃないかなと思ったんで、確かにお伝えしておきます。そっか、またシステム変わってくるもんな。結構いつぐらいやったっけな、12月11月12月か、に結構日本の方何人かな来ててあったりもしたから、もうね隔離覚悟で来てる人が多かったけど、ね、もっとな動きやすくなったらいいけどね。はい、っていう感じで3回目のワクチンはこんな感じでございました。ワクチン終わりました。
そしてラジュレはやっぱりうまい。うん美味しい。ぜひラジュレと可愛いお皿で食べてください。毎回あれ売ってる方売ってない。売ってないお皿1ミリも売ってない。楽しんでるだけ。楽しいよ。はいはい。せーの。それではご視聴ありがとうございました。オーバー。アビアントー。ありがとう。バイバイ。さあ、これ残り食べよう。うん。